ティラドでジョンです。今回はね、クランリーグからやっていきたいと思います。ちょっとね、下の方がね、タウンホール17届いてないものが入ってたりとかで、ちょっとね、次の回とか次々の回とかもね、混じってるものもあるので、今回からちょっと全部のアタック紹介っていう感じではなくて、少し絞ってね、紹介していこうかなと思います。せっかくね、前回撮ってもらったんですけど、すべてのアタックを載せれないというところでね、参加してくださった方にはね、ちょっと申し訳ないんですけど、少しだけ絞らせていただきます。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。おそらくね、サムネになってるんじゃないかなというようなアタック。星3のアタック、めちゃめちゃ良かったですね。まずはね、今流行りのロイヤルチャンピオンの削りをやっていくんですけど、サポートで今回はクイーンを使っていきますよと。世界大会とかウォームアップトーナメントも始まってね、こういう使い方だったりとか、キングをサイドカットに使ってあげたりとか、突撃艦イエティを使ってあげたりとか、ある程度ね、ロイヤルチャンピオン短期で誘導するんじゃなくて、他のユニットだったりヒーローを使ってロイヤルチャンピオンの誘導をしていく。当たり前なんだけど、配置側もね、こうやって対策してる、流行してるね、編成は対策したいというところでね、ここでね、クイーンのジャイアントアロンによって対空砲破壊しつつ、タウンホールの裏のね、対空砲も狙えてるいい角度ですね。これでロイヤルチャンピオンが真ん中に入るような角度を取りつつ、対1クロスのタゲを取りつつの、9時10日弊社を置いてるんですよね。このタイミングすごくうまくて、ただちょっとね、今回ね、本来クイーンがこっちに動いて一緒に9時側から回って、削りをね、特化弊社とクイーンで動かすみたいなプランなんですけど、壁を殴ってしまいますと。で、同時並行で中心部をロイヤルチャンピオンが大きく削り切ってくれるというような形ですね。フェニックス型なので、これ、呪文が切れても、ギリギリこの透析機まで潰してくれてというところ。で、反対サイドの対空砲、ジャイアントアローで折ってることで、ここドラゴンも行きやすいっていう形ですね。ジャイアントアローはね、結構星さんのアタックとか見てると、対空砲を折ることにかなり重要視してるようなアタックが結構見てて、あれの時もそうだったな。ウォームアップとかそういうのも結構対空砲を狙ったものがありましたね。ウォームアップは嘘だね。ハードモードだから。ノーマルモードだからこういった対空砲だったりをロイヤルチャンピオンのサポートとやりつつ対空砲2本狙えるっていうのもめっちゃ強いですよね。で、ここまで貯めてたガゴプリの能力を解放して、対空砲のタゲをね、このメガゴで取ってもらいつつ、衰弱能力をつけることができて、援軍の方もね、6時の方に引っ張ってバルキリーとベビドラで処理をして、大量のユニット残してのアタック全開、超余力がありますね。最初から最後までかなり良かったんじゃないでしょうか。さあ、続けて2アロ目のアタック見ていこうかなと思います。まずね、テスラのチェックを確認して、なかったのでシューター3時。これかなりシューターぶっ刺さってますね。で、オデヒースタートというような流れです。ファイヤーボール型ですね。で、リターンの呪文も持ってきているというところで、オデヒーを回収するなり、ロイヤルチャンピオンを回収するなり、クイーンを回収するなり、結構ね、いろいろやり方を変えてるのが2アロ目なんですけど、ホーミングチェック券みたいな感じのタゲ取り、ね、マルチアーチャーターのタゲを一瞬でも1タゲにしないっていうところをやってきましたね。で、ここでファイヤーボール。一区画丸々潰すことができていい5ですね、これも。これで、6時から8時ぐらいまではオデヒーで削りつつ、3時はシューターが削って、かなり綺麗にいい削りできてるんじゃないかな。で、9時はアーチャーで、1枠で取れるところをポンポンと置いて、オデヒーはね、結構時間がゆったり見れるところありますからね、こうして。クイヒーとかと同じような感じで、結構クイヒーに近いんだよな、感覚は。で、ロイヤルチャンピオンの方、クエイクからの能力解放。ロケットスピアでモノリスだけ追って回収。フォックスを取り戻フォックスがかわいそう。フォックスが残念なことに死んでしまいました。頑張ってるでも一人で。自分一人で頑張ってる姿消してフォックス。かわいい。さあ、ここ、長弾大砲をロケバリで削っていくことで、おでんのサポートをしようというような流れですね。シューターの方にアーチャーいっちゃった。もう一発撃ってくれるかな、シューター。ナイス。いや、すごい。フォックス頑張ったな。ポイズンタワーの解除とかまでやってくれたよ。めっちゃ偉いじゃん、あれ。
フォックス回収しないことは正解だったかもしれない、これ。で、イエティサイドカットプラスのキングクイーンをくじ上のところ展開していく。まあ、その時にね、邪魔ですからね、くじのモンドリス残ってると。なので、ロイヤルチャンピオンで削りつつ、リターンしたロイヤルチャンピオン、ここタウンホールを狙うような形で投げられていきました。タウンホールをいきなり殴っていく。いいですね。まあ、ロケットスピアをモノリスとタウンホール両方に使えるっていうようなリターンの呪文でしたね。レイジとフリーズが一発ずつ残って、これもかなり余力のあるいいアタックですね。強いね。かなりね、ハードモードも意識したような深くアタックっていうような感じで、ハードモードでも通用しそうな感じですね。さあ、結構ね、数的には珍しくなってきましたね。スーパーネクロヒロヤさん見ていきましょう。こちらも5型というところでね。まあ、結構今の環境は、ロイヤルチャンピオン基軸で作られるプランも多いんですけど、ファイヤーボール、まだまだ使っていけるよというところで、この5のバリューえぐいっすね。2施設ぐらい、2施設じゃない、2区画ぐらい。まあ、区画だけで3区画なんですけど、このでっかい四角とその前にあるね、このところと合わせて2区画分ぐらい大きな2区画を削って、ホーミングチェックいいですね、バルーン。で、スパネク合流。まあ、スパネクはね、以前から時間が結構シビアなアタックでもあるので、5を打ってからすぐのスタートでした。さあ、援軍ちょっとめんどくさい位置に飛んできたんですが、しっかりアーチャーなので、ここはポイズン対応していきます。で、10日弊社時間ずらしてやってきましたね。アイゴレも来ます。うん。シングル IT か。まあ、ペッカ死ぬ分にはって感じですが、真ん中、ジャンプをつけていきました。アイゴレがこれは、いいフリーズつけてくれそうかな。いいですね。まあ、レイジとかがないとやっぱ進みが遅く見えるね、これ。さあ、キングタげられてるシングル IT なので、ここは一旦フリーズ。まあ、トームもうないからね、5で打っちゃってるので。からのキング能力解放で道を作って、スパネクの結構大事なところは、ルートライダーと違うところはね、壁ですね。壁開けっていうところができないので、まあ、キングの能力に結構依存するところがあるので、初手ジャンプ使うとね。なので、このキングを中心部まで温存して、しっかり奥で穴開けを使っていくっていう、この一連の動きはかなり大事になってきます。で、キング死んじゃったんだけど、スパネクに継いだところとロイヤルチャンピオンクイーンが合流して最終区画へ。さあ、3時にインビジブルが置かれて、おそらくどっか、なんだろう、多分このロイちゃんとかその辺真ん中とか打つつもりだったと思うんですけど、ミスタップ出てか、早めのポイ捨てなのかわかんないですけど、ナイス展開ですね。スパネクも2体残って、いい流れだったかなと思います。ボマックスさん見ていきましょう。まずはロイヤルチャンピオン削りから。ランチャー型のね、ルートライダーをやり続けてる人なんですけど、まあ、なかなか珍しめの、まあ、今はそんなに珍しくはなくなってきてるんだけど、まあ、それでもね、まあまあ珍しい、なんかオーソドックスなやり方とはまた、特化弊社がね、多いんでね、違った形での採用というところで、いいですね。ポイズンターンの回収プラス 1.5 区画分ぐらいを削ってくれたというような形。キング展開して、まあ、この辺のね、ジャイアントからのアイスゴーレムとかも丁寧でいいですね。からランチャーを通していきます。地味だけど今のジャイアント盾っていうところでキングの方だったり、アイスゴーレムの延命ができたり、スケルトンからのこのストライカーとか、こういったところのね、スーサイドっていうか、細かいところの組み立て方めっちゃいいですね。天才ラバルって呼んでるんですけど、ランチャー型っていうとやっぱ昔からね、天才ラバルのイメージがあって、まあ、ここをね、ルートライダーでやってるだけで、なんか、以前だったらこれラバルでやってるくないみたいな。まあ、対空砲の位置が微妙なんでラバルはちょっとめんどくさそうなんですけど、まあ、ラバルより圧倒的にルートライダーの方がね、安定感あるし、配置を選ばないっていうところだし、難易度も低いっていうところで、ルートライダーの方が全然今は万能編成かなって感じでラバルが使われてないとは思うんですけど、
やってることとしてはやっぱ、昔ながらの天才ラバルを、より今強くなってやってるみたいなイメージに近いかなと思ってます。外周部でテスラとかはロケバル対応とかで、ロケバル3体持ってきていますね、必ず。ルートライダーだとね、結構スーパーバーバリアンとかを持ってくることも多いんですけど、ロケバルも結構強そう。で、この形でやるときの、まあ利点っていうかあれなんですけど、ジャイアントアローよりはこうやってね、最後のミラーの一押しっていうところです。最後のワンプッシュがより通常のものより強いかな。この分外周のカット力がね、特化弊社ない分下がるって感じですかね。ちょっとね、また配信ソフト落ちちゃって、なんか、あれなんだよね。久しぶりに撮れたと思って喜んでたんだけど、ここ何日間かね、録画ができてなかったんだけど、ゲーム画面がね、映んないバグが起きちゃってて、配信ソフトのアップデート来てたんでね、かけてっていうところでやってたんだけど、またちょっと今落ちちゃってアプリが途中で閉じたって感じなんですけど、なんか続きいけそうなので、そのままやっていきましょうと。いい削りっすね。回収。今日はこれで最後にしていこうかなと思います。ちょっとだけ援軍出たところを処理しつつ、ルートライダー編成発進ですね。スケルトン2本結構多めですね。今回の配置で言うと、スケが刺さりそうなところはないんで、対戦だったらワンチャン外してもよかったかもしれないですね。やっぱモノリスとかはね、最初にロイヤルチャンピオンで削ることができてるんで、モノリスが残ってるところ、シングル IT が多いところにね、やっぱ打ちたいですね、スケは。で、中心部ちょっと火力の高くなったところを、ロイヤルチャンピオンパートで余ったインビジブル合わせてあげて、かなりユニットの量多い状況で進むことができてるかな。安いユザイね。奥にフリーズかけて、レイチ。キングの方もね、能力保ったまま回ることができてるんで、本当は内側入ってほしかったけど、外に脱走してしまった。ロイヤルチャンピオンがね、ここは、ヘイスト薬か。なるほど。ヘイスト型死んでしまいます。で、裏にニスケ。こうなったら確かにスケは強い。一見刺さんなそうでも、終点のね、この削りっていうところは、このタゲ取りはね、強いね。で、裏をスーパーバーバリアンでタゲ取ってからのバルーン。余ってるならこういう使い方めっちゃいいですね。バーバでタゲ取ってバルーンを刺していくような形。で、ルートライダーもすごい量残ってますね、これ。ヒーラーも綺麗にスライドしたところで、キングクイーン残っての、いい全開。ガーサス。非常に良かったかなと思います。はい、というわけでね、終わりまして、4日目のところはこんな感じで終わりにしていこうかなと思います。やっぱね、最初のロイヤルチャンピオンパートっていうところ、ロイちゃんだけでもう僕もそうなんですけど、済ましちゃう人が多い中、星さんのようにね、なんかクイーンとか使ってあげたりっていう、サポートとして使ってあげるっていうのは非常にいい形ですよね。あれ、インビジブルの呪文でもできるところをクイーン咲いてるんで、理由がなきゃいけないんだけど、それ特化弊社と合わせた時に9時まで綺麗に進むみたいなところでもかなりいいカットにできるし、ジャイアントアロの角度的にも対空砲2本狙えるみたいなところで、インビジブルを割くよりもクイーンを割いた方がメリットとしてでかいっていうところでの採用だったのかなと思います。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、お願いします。さよなら。